それでは Python エディターの使い方を見ていきましょう。最初にこの画面からここの Python エディターをクリックします。そうするとこういう画面になります。真ん中にプログラムエリアがあって、こちらの方にガイドがあって、こちらにシミュレーターがあるというような形になります。で、こちらはリファレンス。これは基本的なコマンドですね。ディスプレイだったらこういうようなものとか、そういうのがここで見ていくことができます。そしてアイデア。これは使用例ですね。ここに使用例のプログラム。こういうふうなアイデアがありますっていうのをですね、プログラムが例としてあります。そしてこちらの方が API というのが高度なコマンドですね、についてのリストがあります。数学だったらこういうような、関数がある。これをこちらで使うことができるとか、そういうようなことですね。そして、プロジェクトの管理。こちらにプロジェクト名をここで付けてやって、テスト100なら、こういう形で付けてやって、で、このプログラムをこちらの方で保存します。保存はダウンロードされます。ダウンロードファイルに、こういう形で保存されるということになります。こういう形でですね、保存されます。ダウンロードファイルに保存しました。で、これを開く場合はこっち開く。またはここですね。そして、保存されたファイルを選んでやってこう開くっていうような形になります。で、ここがプロジェクトのリセットっていうのは、これは新規に作るときですね。無題のプロジェクト。で、ここひな形がここ出てます。で、作るとき必ずですね、from microbit import アスタリスクっていうのがいりますので、ここは消さないようにしましょう。そして、こちらですね、設定のところです。で、言語がもしも英語になってたらこうなってますので、これをランゲージを選んでやって日本語にして使ってみてください。そしてこちらヘルプの画面になります。そしてこれはこういうふうに、閉じた状態、開いた状態に変更することができます。そしてこの部分ですね、がプログラムを書くエリアとなってきます。そしてマイクロビットに、プログラムを保存する場合には、まず USB ケーブルで、接続してやってマイクロビットを接続します。そして、マイクロビットに送るを押します。そうするとこういう画面になりますので、次、そしてマイクロビットを選んでやって接続。するとプログラムがこういう形で書き込まれます。最初に、書き込む場合は少し時間がかかります。そして、ここでプログラムを作るときですね、ちょっとリファレンスのところを見ていきましょう。こういう形で例が出てきますので、例えばイメージを選択っていうのですね。笑顔っていう風にすると、ここに、スマイルっていう形でプログラムが変更されました。これをこういう風な形で持っていって、ここで付け加えるっていうことですね。もちろんここで直接変更することもできます。そしてこれを送る。で、こういう形で書き込みができます。そしてこちらの方ですね。シミュレーターです。こちらの方。
このプログラムがここで実行されています。で、シミュレーターはこう A ボタンとか B ボタンこっち直接押すこともできますし、こちらの方で A ボタン、B ボタンっていうような形だったりですね、光の強さ、こっちは温度ですね。温度をこういうふうなシミュレーターの設定値を変えるようなこともここでできます。で、ここの真ん中はこれですね、シリアルを表示って書いてます。これはエラーがもし起こったらここに表示されます。それから例えばですね、ここに、プリント文をここで、プリントと書いてあって、例えばプロスタートっていうふうに書きますね。そうすると、これの結果をコンソールに表示させることもできます。こういう形ですね。ここの結果がここに表示されるっていうコンソールとしての使用も可能です。